こんにちは、トバログです。今回はですね、タイトルにもある通りなんですけど、10年間気づいたらずっとこのバックパック使ってるなっていうね、このバッグについて紹介していこうと思います。日常的に使うっていうよりかは本当に旅行だったり取材だったり結構荷物が多めの時に頻繁に使ってるんですけど、なんかね手放せないんですよね。他にいいバッグを買ったはずなのにこれに戻ってきたりとか、なんか地味なんだけど特徴がすごくあるわけではないんだけど10年間使い続けてしまう理由みたいなのを紹介していこうと思います。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで早速紹介していくんですが、こちらが、今回紹介していく10年間使用し続けたモンベルのトライパック45ですね。かなりね、年季は入っててこうくたびれてる感じはするんじゃないかなと思うんですが、全然破けてるところもなく、ファスナーがねこう壊れるもなく、ほつれるもなく、めっちゃ頑丈で、なんだかんだやっぱねこればっか使っちゃいますね。トバログは結構ねモンベルの使用頻度が高くて、結構ねトレントフライヤーっていうアウトドアジャケットから入ったんですけど、それが結構機能性が良くて、使い勝手も良かったんで、バックパックとか他のアイテムも見てみようかなっていう時に、購入したのがこちらっていう感じですね。もう本当にこのバックパック一つでいろんな国飛び回りましたね。近場で言うと台湾とか、あとシンガポールとかタイとか、あの辺のねアジアはもちろんなんですが、一時期ミュンヘンにねオクトーバーフェストにビールを飲みに行くとかいう旅もしたんですけど、その時も10日間ぐらいの旅でこれ一つで出かけるっていう、当時ね結構 LCC とかがやっぱすごい流行ってた時代で、なんか預け入れ荷物をしちゃうと追加料金もかかるし、このバックパック自体がすごく重いとね、それでまた重さでも追加料金かかるっていうところで、このバックパックは非常にそういう意味ではねすごく使いやすかったんじゃないかなと思います。どういうバックパックかっていうと、まず生地はねこんな感じですね。こういうザラザラとしたやつで、今の生地とはちょっと違うんですけど、これはなんか1680デニールのナイロンオックスっていうやつを使っているみたいです。でここは多分630のデニールナイロンオックスっていうやつを使ってるみたいですね。ちなみにこのモデルは2015年発売のタイプなんですけど、現行モデルもねもちろんちゃんと出ていて、そっちの方がなんかね生地が薄いんだけど強い生地を使っていて、荷物がすごい軽量化してます。これ 1.5 キロぐらいあるんですが、現行だとね1キロぐらいに収まっていて、かつね小気味いい場所にいろんなポケットがついていたり、ここの下にね折りたたみ傘入れる収納があったりっていう感じで、現行の方がねいいとは思うんですけど、たくさんの思い出がこのバックパックには詰まっているので、壊れるまではこれを使おうかなというところで僕はこれをね愛用しています。ちょっとね中どんな感じかお見せしていくんですが、トライパック45は本当にねその名の通り45リットルの荷物が入るっていうバックパックになっています。こんな感じで開けると、この1気室っていうんですかね、この1気室がめちゃくちゃでかくて、結構ね分厚い街があるので、なんか圧縮バッグとか3個とか入れたり、カメラ用のねこういうクッションとかを入れても全然街にね余裕があって、この上からパーカー入れたりとか服入れたりとか、そのぐらいできるようなね、なんか背負うスーツケースみたいなイメージのバックパックですかね。あとはこういう感じでね細かいポケット、これパスポート入れたりとか、細かいほんとモバイルバッテリーとかそういうの入れたりするのにちょうどよくて、こっち側からねこんな感じでアクセスもできて、裏からも表からもアクセスができるっていうポケット一つと、あとこの辺もね実はすごい使いやすくて、これも現行モデルに備わってると思うんですが、細長いね縦でもう上から下まで通しでついているポケットですね。これがねなんか折りたたみ傘入れたり、三脚とかを入れてみたりとか、結構ね細長いようなやつ割と持ち歩くんですが、そこがねこの両側にそれぞれ使えることで、これ本当にメインの収納を邪魔せずね使えるんで、その辺がめっちゃ便利です。であとは開けるとこの中ね、タブレットとか A4 サイズの書類ファイルとか入れたりするのにちょうどいいようなポケットと、あと
まあここはねなんか盗まれても最悪大丈夫なような、まあ、細かいなんだろうカメラのマウントみたいなのとかレンズキャップとか、ガジェットだったりそういうのをねこの中に仕込んだりとか、このなんかポケットの感じがすごくちょうどいいですね。であとはねやっぱパソコンをすごく絶対持ち歩くので、ここにねパソコンのスリーブもあるのもポイントが高いんですよね。しかも地味にこれ結構クッションがねちゃんとそれぞれ備わってて、一応ね、守ってくれるような感じになっているんですが、この辺がやっぱね手厚いのが嬉しいです。そもそもなぜこのバックパックを購入したのかっていうと、もともと結構ねバックパック一つで海外旅行に出かけるとか、そういうのすごい憧れてた時期に買いました。僕もバックパック一つで旅に出たい。だけど一般的な登山用のバックパックとかだとなんかパソコン入れるねスリーブ部分がなかったりとか、あとカメラとかね持ち歩くってなると結構収納場所に意外と困るなっていうところで、ちょっとねスーツケースっぽい形状ながらいろいろなアイテムも入る、そして機内持ち込みができるっていうこのバックパックに行き着いたわけですね。でもともとこれに近いような形状の別メーカーのバックパック使ってたんですけど、なんかね2回ぐらい使っただけで荷物パンパンに入れすぎて、パチってこのファスナー部分からね、このファスナー部分の横の生地から破けてしまったっていうことがあって、ちゃんとしたアウトドアメーカーのやつ買わなきゃなってなって、このモンベルっていう感じです。じゃあなんで10年間使ってるのかなみたいな話をちょっと考えていくと、まず良かったところ1つ目が、細かすぎないポケット、そして大きいポケットの気質っていうところですかね。結構さっき紹介した通りバコッとね開けるとここに大きめの1気室がドーンとあって、この中にね衣類とかはもちろん本当にカメラ機材とかなんかねそういうアイテムをバコッと入れたり、あとこれ結構いいのはガジェットを買いに行く時売りに行く時に箱のまんまのガジェットがねそのまま結構レンズとかもねガボガボガボって入って持ち歩けるので、そういう日もね結構使ってますね。収納力があってしかもポケットのサイズ感とかがめっちゃ使いやすいのが一番の魅力ですかね。ちなみに似たような用途で僕このノースフェイスのねやつも使ってるんですけど、これもねいいんだけど結構難しいのが、よいしょ、こういうトラベルバッグにありがちなのが、よいしょ、この1気室じゃなくてメインポケットが2つに分かれてるパターンとかですかね。結構ねこれもねやっぱ衣類とかそういうのを収納するのであれば使いやすいんですけど、ガジェット的には結構ね難しくて、それぞれのマチがめちゃくちゃ薄いんですよ。これノースフェイスだけじゃなくて他のねトラベルバッグも割とありがちなんですが、例えばやっぱこういうねカメラ機材とかを持ち歩いたりしようとすると結構このぐらいねボコッと出ちゃうんで、これがそもそも閉まりづらいみたいな、閉まったとしてもこっち側のポケットあんま有効活用できないみたいな、なんかこうバックパック単体ではすごく使いやすくしてるんだけど、なんか袋状になってた方がユーザーの融通が利きやすいみたいな、その辺はねすごく感じていて、結局やっぱね旅行だともうモンベルのバックパックばっかり使っちゃってるって感じですかね。で2つ目がやっぱ頑丈さですかね。これは10年使い続けてるっていうところで頑丈さはお墨付きだと思うんですけど、この生地の素材感とか現行モデルはねもっといい生地になってるんですが、これでもねすごく強いんですよ。結構ね強い素材を用いてることで、海外のね空港とかでこのまま預け入れしたとしても、本当に破損せず破かれもせず、なんかこのままねちゃんと帰ってくるっていうところがすごくいいですね。でこの生地の頑丈さももちろんなんですけど、結構すごいなと思うのがファスナーですかね。結構このバックパック使う時って海外旅行に出かけたり時とか結構荷物が多い時なんで、これまん丸になるぐらいパンパンに荷物詰め込むんですよ、衣類とかで。なんかこのファスナーが結構大きめで割とね頑丈な印象があります。本当にパンパンに入れてもこれがねほつれるとかもなく、結構こういうタイプこの生地のこの辺からね破けたりするんですけど、全てのポケットに置いてそれが破けていくみたいなのも今のところなくて、この辺はねしっかりやっぱアウトドアメーカーが作り込んでいるバッグだなっていう感じはしますね。
であと地味に壊れやすいのだとこの辺で、バックパックとかね生地にこだわっててもここの縫製とかがちゃんとしてないと割とこの根元からビリって破けていっちゃうっていうことがねすごく多いんですけど、このモンベルのバッグに関してはなんかめっちゃ強い、どういう理屈なのかわかんないですけど、めっちゃしっかりと縫製されているのか、ここのね根元からもう本当に重い荷物を入れたとしても破けていくってことが今まで一度もないです。一見すると結構華奢な感じで、これもねこのベルト部分中に仕込めるような形状になってるんですが、全く壊れる気配ないですね。すごくいいよこれ。でここがいいなと思うところ3つ目はやっぱね、ほんとさっき言ったところと被るかもしれないですけど、容量ですかね。結構バックパックいろんなもの使ってるんですが、45リットルをマックス使えるバックパックって意外とそんな多くなくて、旅行用でもやっぱ35リットルとか40リットルとかそのぐらいまでで、あとはねこのクッション性だったりこの合成生地部分のこの硬さみたいなところにねすごくフォーカスしがちだったりしてて、あとはまあシルエットもこう三角形型だったりとかして、実質的な容量そんなに大きくないパターン割とあるんですが、これほんと真四角でペラペラなんですよ。いい意味で生地がもうペラペラで、中のね保護とかもほぼ考えてないような感じなので、その分容量がめっちゃあるから、本当にパンパンに詰め込んでこのままね飛行機の機内に持ち込んでガシッとこの飛行機の椅子の下にしまえるみたいな、そこがやっぱねいいかなと思います。そんな感じかな、このバックパックに。そんな感じで、10年間使い続けてます。逆にちょっと気になるところとしては、本当にあれですね、かっこよくはないですよね。そんなになんかかっこいいこのバックパックデザインがおしゃれみたいな。例えば近いもので言うとこのデサントのバッグとかもね毎日使っているんですけど、なんか方向性は近いんだけどシンプルさとかはやっぱねそんなに強くないというか、なんかめちゃくちゃおしゃれだから使うみたいな、そういうわけではなく、地味だけど便利だから使ってたみたいな、そういう方向性に近いアイテムですね。で2つ目がこれねちょっと自分で取り付けてるんですけど、もともとこういうチェストベルトっていうんですかね、この胸部分に固定するこういうねものがくっついてなかったんですよ。これがないと結構重さを直に肩で感じやすいので、こういう重たい荷物をつけるときはねやっぱこういうの必須だと思うんですけど、これはね別売りで購入する必要があるので、この辺取り付けてくれたらよかったかなみたいな、そういうのは感じます。逆に気になるところそのぐらいかな。あとは荷物をパンパンに詰め込んだ時に自立してくれれば嬉しいなとかかな。あんまりね自立はしてくれない時の方が多いので、その辺はねちょっと気になるんですけど、とはいえすごい雑に使える価格とサイズ感頑丈な生地っていうところで、もう床にガシャッと置いちゃったりしていますね。はい、というわけで今回はこの地味だけどめっちゃなんか10年ぐらい使っちゃってるモンベルのトライパック45について紹介してみました。本当にね10年間も結構ハードな使い方してるのに全然ほつれたり破けたりファスナーが壊れたりもせずね、本当に大量の荷物を運んでいってくれるのでめっちゃ重宝しています。この先10年間ももしかしたら使い続けるだろうなっていうところで、今回この動画は終わりにしようと思います。ぜひこの動画気に入ってくれた人はチャンネル登録とコメント、いいねボタンよろしくお願いします。トバログでは他にも、ガジェットの動画とか、あとルームツアーとかそういうのやってるので、ぜひそういう動画チェックしてみてください。あとエッセイ的なね本をこういう風に出していて、結構ガジェットとか暮らしの道具とかその辺にねまつわるものたくさん紹介しているので、気になったら概要欄の下のこういうバナーからぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。